穴開きました。おはようございます。アストロタイガー改造機の放送です。キャンピングカーレンタル福山としてキャンピングカーの貸し出し業務をしておりますが、6月に入り少し貸し出しが落ち着きましたので、インディ727に FF ヒーターの取り付け進めていきたいと思います。これからもキャンピングカーの動画を配信していきますので、チャンネル登録お願いします。FF ヒーターの取り付けの後には、サブバッテリーの増設もしていきたいと思っておりますので、とりあえず作業に邪魔なものを外していきたいと思います。よいしょ。とりあえずこの辺のマットとかを事務所の方に移動します。FF ヒーターはこちらの下に取り付ける予定なので、一回サブバッテリーは取り外します。サブバッテリーを取り外すときにそのまま取り外すと蛍光高音が鳴りますので、まずメインバッテリーのマイナス端子を外していきたいと思います。あとはサブバッテリーのマイナス端子から外していきます。ここにガス抜きホースがありますので、一旦抜いておきます。よいしょ。あたたたたたたた。重た。よいしょよいしょ。これ6連スイッチ位置間違えたな。もうちょっと奥にしないとネジが外れないよ。失敗したな。外そうかな。以前の動画で取り付けた6連スイッチが邪魔で下のネジが外せません。先に6連スイッチを取り外します。よいしょ。よし。今こちらの走行充電用のメインバッテリーにつながっている配線を取り外しました。絶縁しとかないといけませんが、これでメインバッテリーと切り離されたことになります。ここさえ切り離しておけばメインバッテリーのマイナス端子を元に戻しても問題ありません。このままだと車を動かせなくなるので、一旦メインバッテリーのマイナス端子を戻しておきます。またサブバッテリーの増設すると取り外します。はい。これから FF ヒーターを取り付けていきますが、その前にまずお伝えしないといけないことがあります。以前の動画でもお話ししましたので、繰り返しになってしまいますが、ベバスト社では個人の取り付けを禁止しております。私はベバスト社及びベバスペヒャー社の講習を受け、FF ヒーターの取り付けの資格をいただいておりますが、この動画を見て自分で FF ヒーターをつけようとは思わないようにお願いいたします。FF ヒーターの取り付けは正規代理店に取り付け依頼お願いいたします。FF ヒーターはこの下に取り付ける予定ですけれども、FF ヒーターに比べればかなりスペースがありますので、奥であろうが手前であろうがどこでも取り付けできそうにも思いますが、実は FF ヒーターの取り付け、車内よりも車外の方が制約が多いです。なので床下から取り付けできる位置を確認したいと思います。これから床下確認していきますけれども、ここに配線を通している穴がありますので、ここ覚えておいてください。先ほど車内から見ていただいた場所ですけれども、床下から見るとだいたいこの辺りになります。先ほど車内から見ていただいた配線がこちらです。ここに穴が開いています。車内からは広く見えましたが、こちらにフレームがありますので、
実際 FF ヒーターを取り付けようと思うと、この位置しか穴を開けることができませんので、必然的に FF ヒーターの取り付けの位置はこの辺りになります。幅が10センチぐらい。こちらの長さの方が24センチぐらいですかね。簡単にマスキングテープで印をしたのですが、こちらに貼ったテープの内側が穴を開けても大丈夫なスペースになります。こちらに FF ヒーターを取り付けるんですけれども、床下にこの部分の穴を開ける必要があります。下が金属の場合はそのまま取り付けできるんですけれども、こちらのように板であったり FRP の場合は直接 FF ヒーターを取り付けることができません。こちらはベバストの金属の板なんですけれども、こちらを取り付けてから FF ヒーターを取り付けることになります。ギリギリこのくらいかな。ここが FF ヒーターの吹き出し口になりますので、エアダクトはこの先ほど取り外した給水タンクの下を通って FF ヒーターにつなげることになります。こちらがエアダクトになります。FF ヒーターの修理で何台かキャンピングカーについてる FF ヒーターを見たことがありますが、たまにこちらの保護の紙がついたまま取り付けてあることがありますが、こちらの紙は保護のための紙なので、実際取り付ける時には取り外して設置お願いいたします。うわ、かなりきついな。これは厳しいな。エアダクトだけで筋に曲げるのはちょっと難しいです。FF ヒーターのエアダクトを合わせてみたのですが、間が短すぎてダクトを S 字に曲げるスペースがありませんでした。こういう場合にはこちらに取り付けできる L 字のジョイントがあります。これをこちらに取り付けることで直角にエアダクトを取り付けることができます。少し宣伝させていただきたいのですが、こちらの L 字ジョイントの他に音符を二手に分けるための Y 字の部品や T 字の部品などのもあります。こちらの部品を使うことで FF ヒーターの吹き出し口を2箇所以上に増やして必要なところに音符が出るように変更することも可能です。また吹き出し口も普通のストレートのタイプ以外にもこういった少し角度がついていて360度回転できて風の向きを変えるタイプや、吹き出し口を2箇所以上にした時に1箇所クローズタイプにすることでこの部分を音符を出ないようにしたり出るようにしたりと簡単に変更できる吹き出し口などもあります。今まで NC 福山 .com のサイトの方で FF ヒーターの部品などを販売しておりましたが、サイトのフォーマットが古くブラウザソフトによってエラーの出ることがあり、現在引っ越し準備中です。 NC- 福山 .com ではなくて NC 福山 .com の方に引っ越し予定ですので、どうぞよろしくお願いします。これならなんとか接続できそうですね。よいしょ。だいたいこのぐらいの位置になると思いますが、まずはこの穴の中心あたりに穴を開けて床下から確認したいと思います。ちょっと寄ってるな。もう少しだけ外側に穴を開けないとダメっぽいですね。
だいたいこの位置で大丈夫そうですね。それでは大きな穴開けていきたいと思います。大きな穴開ける前にもう少し基準になる穴大きくしておきます。これは斜めにしか難しいな。これまっすぐ穴開かないわ。残念。くそ。よし、それでは大きな穴開けていきます。車内から穴開けるとキリコが車内を舞います。左の機器の部分だけでも養生しておくべきでした。動いてるけどな。よいしょ、取れました。あとは FRP ですね。先にこっち開けようかな。よし、取れた。よいしょ。穴開きました。床下に穴が開きましたけれども、このとんがってるところ、ここも落としたいと思います。ここの FRP がまだ残ってるな。あとはこちらのプレートを耐熱性のあるシーリング材で貼り付けて、ここ4箇所ネジ止めいたします。このくらいですね。ビス止め用の下穴開けておきます。はい、やっとこちらの軽キャンインディ727の床に
FF ヒーターを取り付けるための穴開けることができました。ちょうど耐熱性のシーリング材切らしておりますので、こちらのプレートの取り付けから次回の動画とさせていただきます。はい。今回は、K-CAN インディ727に FF ヒーターを取り付けるため、床に大きな穴を開けていきました。次回は実際に FF ヒーターを取り付けていきたいと思います。大切なことなので、2回お伝えさせていただきますが、ベバスト製 FF ヒーターの取り付けは、しっかり講習を受けた作業員のおられる正規代理店に取り付け依頼をお願いいたします。ベバスト社では個人の取り付けを禁止しておりますので、この動画を見て自分で取り付けようと思わないように、どうぞよろしくお願いいたします。今回の動画は以上になります。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも頑張って動画配信していきますので、チャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ベバスト社の FF ヒーターの取り付け講習は受けてるのですが、12V のクーラーの取り付けについても講習受けていきたいと思っております。